こんにちは。今回は GB400TT のタイヤ交換の様子をご紹介します。ここ数日、減速時にフロントのブレを感じたため交換します。前回交換時からおおよそ 4000km での交換となります。今回使うタイヤは TT100GP です。サイズは以下です。フロントのこのサイズは水チューブの使用がなかったと思います。この手のバイクには定番ですね。それでは本編です。最初に設置状態で前後のアクセルナットを緩めます。フロントはアクセルホルダーのナットを先に緩めます。前後とも緩めたらセンタースタンドを立てます。リアブレーキロッドの長ナットとスプリングを外します。トルクロッドの固定ナットの割りピンを外します。チェーンアジャスターを緩めテンションをなくします。リアアクセルを外します。私の GB はリアアクセルシャフトは左右入れ替えています。サービスマニュアル通りだとアクセルシャフトがマフラーに干渉します。タイヤ交換のたびにマフラーを外すのも面倒なので逆にしています。アクセルが抜けたのでリアホイールを外します。チェーンを避けてホイールを引き出します。割りピンは外したのにナットを外し忘れていました。通りで外れないわけですね。トルクロッドとブレーキハブの縁が切れました。そのまま後ろに下げるとリアフェンダーに当たるので、少し下げたらタイヤを左右に振ってあげると取り出すことができます。ホイールが外れました。タイヤをホイールから外すのには木枠を使います。2x4 で作ったものですね。ハブダンパーを取り外します。前回タイヤ交換時に交換しているので問題はなさそうですね。タイヤの空気を抜いていきます。バルブコアドライバーですが、こちらは小さいものの方が良いです。特に原付はタイヤが小さいので小さくないと入らない場合もあります。ビードを落とすのでバルブの固定ナットを外します。チューブタイヤなので空気が抜ければビードは簡単に落ちます。ひたすら外周を踏んでいきます。ビードが落ちていることを念入りにチェックして、これで OK ですね。タイヤレバーを入れていきます。コツは片方を少し戻しながら入れるとうまくいきます。最初はリムガードを入れていましたが、最近は面倒で使っていません。どうせ傷つきますしね。少しずつレバーを進めていきます。今回リアタイヤを先に作業したのは、リアタイヤの方が作業的にしんどいからです。この辺りまで進んだら手で外すことができます。片側は比較的簡単に外すことができます。タイヤが外れてますが、ホイールから外すのに必死で取れていませんでした。リアタイヤは何度やっても慣れません。コツやいい道具があれば教えていただきたいです。動画はブレーキドラムの摩擦面を清掃しています。綺麗になったので新しいタイヤをつけていきます。つける方はとても簡単です。とにかく大量にビードワックスを塗れば誰でもできます。最初のきっかけは足で作ります。片側はこれだけでもはめることができますね。パンクさせたくないのでチューブには少し空気を入れて、さらに大量のビードワックスを塗ります。チューブを入れるときはバルブ側から入れていきます。バルブを引っ張り出してタイヤ内側にもビードワックスを塗ります。チューブに空気を少し入れること、ビードワックスを大量に塗ること、この2つを守ればパンクによる失敗はほぼないと思います。あとはタイヤをつけるときにできるだけレバーを使わず手と足でビードを入れていくのもパンクによる失敗を防ぐのに重要です。私のような素人にはこういった方法が効果的です。
真夏の日中なので暑くて汗が垂れていますね。最後の仕上げは体重で押し込んでいきます。正直リアタイヤが終われば作業の 80% は完了したと言って過言ではないです。多めに空気を入れてビードを上げます。ビードが上がっているかを確認します。適正空気圧に調整します。空気圧はリアタイヤは 245kPa です。ハブダンパーにシリコングリスを塗り戻していきます。ドラムブレーキも清掃し、シャフトにグリスを塗っておきます。では、ホイールを戻していきましょう。最後に調整をするので、この時点では仮止めにしておきます。フロントタイヤの交換に移ります。フロントタイヤを少し持ち上げて、馬で前に転ばないようにします。フロントアクセルボルトはそんなに強く締められていないので、浮いたままでも緩めることができます。タイヤは多少地面に接しているくらいが付け外しがしやすいです。ここからは繰り返しなのでダイジェスト的にまとめます。チェーン調整と締め付けトルクは8分22秒からです。空気を抜いて、ビードを落として、片側を外して、チューブを抜いて、タイヤを外して、多少錆を落として、スポークも張り替えたいですね。ビードワックスを塗って、手と膝でタイヤをはめて、チューブをまた入れて、反対側も手と膝で入れて、空気を入れて完了です。空気圧は 196kPa です。アクセルボルトを仮止めして、馬を外して着地させます。サンダルで作業してますが、最低限靴を履きましょう。ちなみに丸中工業所のいわゆるトイレサンダル的なやつです。雨でも足が滑らないし、風で飛んでいかないのでとても気に入っています。ここからはチェーンの調整に入ります。サービスマニュアルによると、振れ幅は 15mm から 25mm 程度です。とりあえず少しテンションをかけておきます。規定内に収まるようにチェーンの張りを調整して OK です。可動式のチェーンテンショナーがないので、あまり緩いと脱落の可能性があるので注意してください。アクセルの本締めをしていきます。リアは 78.5 から 98Nm です。使用しているのは PWT の安いトルクレンチです。ついつい2回カチカチしてしまいます。フロントのアクセルを締めていきます。アクセルは 53.9 から 63.7Nm です。ホルダーのナットは 17.7 から 24.5Nm です。トルクレンチは同じく PWT だったと思います。トルクレンチは適合加減だとクリック感が分かりにくいので、低トルク用も持っていた方がいいです。高いのだとそんなこともないんですかね。使ったことがないので分かりませんが。シールを剥がして洗浄していきます。リム近くにビードワックスが大量についているので、中性洗剤で落とします。油分が抜けるからダメだと言われますが、1年ペースでタイヤを交換しているので問題はないと考えています。さて、今回交換したタイヤですが、フロントは実はサイズアップしています。前回は 3.0 の18インチウィズチューブを選択していました。
メーカーでサイズを見ると気持ち小さいようです。その前は IRC の GS19 を使っていましたが、TT100GP のこのサイズは少し落ち着きがないように感じていました。ただ 3.0 のものはめちゃくちゃ安いです。場合によっては半額ぐらいのイメージですね。ワックスが落とせました。ピカピカの新品タイヤですね。ちょっとだけ思想に行こうと思います。いつもの装備に戻して出発です。サイドバックはデグナーの SB104 です。中の幅があるのでとても使いやすいです。ワンタッチ化も動画にしているので、興味がある方はぜひこちらもご覧ください。それでは出発です。近場の道にやってきました。愛知の特に三河のライダーさんなら分かっちゃいそうな場所ですね。ここまで走行してきましたが、だいぶ印象が異なります。フロントのサイズアップが功を奏したので、とてもフィーリングが良いです。前後の変形率の問題だったのか、とても気持ちよく曲がれます。ここから先で低速の走行フィーリングをチェックしたいと思います。不快な切れ込みもなく良さそうです。 TT100GP を見直しました。実は今回 GS19 に戻そうと思っていましたが、在庫がなかったためこちらにしましたが、これなら文句なしですね。パターンもかっこいいのでおすすめできます。ただライフは短いですね。実は他にも気になっているタイヤはいくつかあります。ダンロップの K300 とK527、あとはコンチネンタルのクラシックアタックです。クラシックアタックはめちゃくちゃ評判が良いですが、とても高価です。余裕ができたらいつかは履いてみたいですね。次は気になっていたジャダーの確認です。エンジンブレーキがかかる状態で少し手を離してみます。気になっていたハンドルの触れもなさそうですね。今後も気持ちよく走りそうです。さて、今回の動画はこれでおしまいです。実は今 NSR50 の整備をしています。エンジンをかかって走れる状態まではしたのですが、外装の修理がまだまだあるので今後進めていきたいと思います。暑くてなかなか日中に作業できないので、涼しくなったら外装の修理していきたいと思います。今後も視聴いただけますと幸いです。コメントもお待ちしております。それでは、さようなら。